こんばんは。はるけです。今回はアルティメットバースデーチーム1ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、ハイスの選手、そして SBC 目標できた選手をティアリストにまとめてます。それでは早速紹介をしていきます。こちらがアルティメットバースデーチーム1のティアリストになってます。現役の選手のみという風なことになってますね。まずは D です。D はですね、パジョール、そしてラベル、そしてシュタッハ、この3名かな。で、計4枚のカードを入れました。まずはですね、パジョールですね。スキルが5に変わった ST の選手になりますね。個人的には決定力に関してはね、申し分ないかなという風なところではありますけれども、やはり逆足の3っていう風なところが苦しいところではありますね。どうしても、今の現状4以上が当たり前で5の選手がバンバン出てきてる中で言うと、ちょっと逆足さんっていうのは厳しいのかなと。あとはパス面ですね。パスもうまくはない選手になりますので、本当にフィニッシャーとしての使い方しかできないという風な感じにはなるので、個人的には変わりはいるかなという風なところですね。そして続いてはラベルですね。この選手に関しては2枚の2バージョンありですね。能力は変わらないんですけれども、スキルが豪華、逆足が豪華という風な選手になってます。この人も、そうですね、扱いはしやすいですし、パスもね、上手い選手にはなるので、全然悪くはないんですけど、理不尽さっていう風なところは全くない選手にはなってしまいますね。もちろんペース90とか、レーサーも90まで上がったので、いいところはね、あるんですけど、どうしてもフィジカルがね、結構弱かったりとかはしますし、シュート力もね、もうちょっと高ければいいなっていう風には、感じますね。結構ね、フィジカルでやられるっていうシーンがどうしても多くはなってしまいますので、その中で、ちょっとこう、今の現環境だったら簡単にやられてしまう、そんなシーンは多いという風なところですね。そして続いてはシュタッハーですね。この選手に関しては55という風なことでですね、ここは素晴らしいところで、あとはインターセプトのプラス、容赦なしのプラス、備えてるっていうのは全然いいと、思いますね。ただドリブル自体は結構重たさがあったりだとか、パス面ももうちょっと欲しいなという風には感じますし、決定力の部分もですね、もうちょっとあればなっていう風なところ、55とかプレイスタイルプラス良かっただけに、能力的な部分でもうちょっと上がって欲しかったなと、いう風には思いますね。また積極性も80はちょっと低いかな、もうちょっと欲しいなっていう風には思いますし、あとはプレイスタイルの部分でインターセプト、ブルーザー以外の予測とかジョッキーとかがついていたら良かったのかなと思いますね。そして続いては C ですね。C はですね、ミリンコビッチ、サビッチ、そしてゴセンス、目標できましたファルカオ、これらの選手たちを入れました。まずはミリンコビッチ、サビッチですね。この選手も55の中盤という風なことにはなりますね。重さという風な部分では、シュタッハーと同様に、この選手もどうしても重たい選手にはなってしまいますね。ただ、シュートの力っていうのがしっかり高くって、2列目3列目から飛び出してきてですね、決めきるっていう力を十分に持っている選手になります。で、守備に関してもね、能力値以上に、強さを感じる選手で、インターセプトのプラスもね、ついてはいますので、結構強化されたな。ただどうしても、本当にドリブルの重さとか、ペースの遅さ、ちょっとのろさっていうのがね、ある選手にはなりますので、そこだけがちょっと残念だった。そこは改善はされなかったので、なかなか難しい。あとね、やっぱりスキルが5になったっていうのも、もちろんでかいんですけど、結構ね、スキルでどうにもならへんぐらいの重さな時があるんで、本当にね、重さっていう風な部分以外は、バランスも良くて総合力も高い選手にはなりますので、この C ランクにしました。で、そして続いては5センスですね。5センスの場合も2バージョンありまして、スキルが5のバージョンか、逆足5のバージョンかという風なところですね。値段はかなり安いですけれども、ウイングバックとしては非常に最適な選手だと思いますね。
特にですね、パス面に関しても、ウイングバックだったら、まだまだありかなっていう風なところ、視野とかあればいいんですけれども、まだいいかなっていう風なところと、あとはシュートに関してもですね、意外と決めきれる力を持っていて、ペースも速いっていう風な選手になりますね。ドリブル自体どうしてもこの人もね、重たさがあったりとか、運びにくかったりね、する選手ではあるんですけれども、攻守にわたって動ける選手にはなってますね。そして続いて目標できましたファルカオですね。逆足号っていうのは非常に優秀な部分ですし、決定力に関してもある程度あって、レースはめっちゃ高いっていう風な選手になりますね。ペースも90まで、上がりまして、一応今週もついているという風なことですね。アジリティが低いっていうのがね、少し気にはなるんですけれども、目標で獲得できる選手としてはですね、まだいいかなっていう風なところ。ただどうしても、代わりはいるかな。もうちょっとこう、使いやすくって、よりこう、決定力も高い、スピードも速いっていう選手はいるかなっていう風な、ところなんで、これぐらいの感じだったら、そこまで強さは、感じないかなっていう風なところですね。そして続いては B ですね。B はですね、フィリピ・アンデルソン、そしてバレッラを入れました。まずはフィリピ・アンデルソンですね。この選手に関しても2バージョンありまして、スキルが5のバージョンか、逆足5のバージョンかという風なところですね。どちらかというとスキル5のバージョンの方がね、ドリブラーの方にとってもいいのかなという風にも思いますし、スキルを使いながら速さとドリブルの軽さで切り裂くっていうことができる選手にはなってますね。シュートに関してね、もうちょっと欲しいなっていうのはあるんですけど、ただレース差90まで上がりましたんで、十分強くなったなという風な印象を受けますね。少しね、守備もできるっていうところもいいところですね。そして続いてバレッラですね。バレラ逆足が5に変更をされてますね。もともと3だったんで3から5っていうのアップグレード。これ非常にでかいなと思います。個人的にはそこの逆足の部分はどうしても、改善点だなというふうには思ってはいましたので、5が5になったのはめちゃくちゃ大きい。で、また、ショートパス、ロングパスのパスの振り分けっていう風な部分でも、プレイサルプラスもね、相まって振り分ける力っていうのはしっかりあるという風な選手にはなります。またですね、非常に動かしやすい選手にはなりますので、取った後のですね、こう、事故らなさっていうのもしっかりある選手にはなりますね。個人的には十分、強い選手でおすすめですね。そして続いては A ですね。A はですね、モーガン、そしてディオゴ・ジョタ、ロドリゴ・ミード、そしてキンペンベ、V、そして SB してきましたコマンと、これらの選手を入れました。まずはモーガンですね。モーガン5-5になってますね。もともと逆足が5なので、スキルが5になったという風なカードになってます。今週のプラスを、兼ね備えながらですね、決定力高くですね、あとはペースも、90までいったという風な選手になってます。またフィジカルに関しても少しあるという風なところはいいポイントですね。で、パス面に関しても視野もうちょっとあればなっていう風には思うんですけど、ショートパス、ロングパスが高いという風なことになってます。特にやっぱスキル5になったのはモーガンにとってはでかいことかなと、いう風には思いますし、その自分でもスピードだけじゃなくってスキルでもいけるっていう風になったのは、すごく大きなアップグレードだと思いますね。今週のプラスに関してはカーブ値が低いんで、もちろん決まる時もなくはないんですけれども、遠目からの今週っていうのは、やっぱりこう得意としてる選手ほどは決まらないっていう風な、感じにはなってしまいますね。ただケミ面が難しいんですけれども、非常に合わせて使う価値っていうのはある選手、それぐらい強い選手にはなりますね。そして続いてジョタですね。ジョタもですね、スキルが5になりまして、もともと逆足は5だったんで、5-5になったという風なことですね。少しね、自分が懸念をしていた冷静さの部分はですね、90まで上がりましたんで、もうめちゃくちゃ強く、なりましたね。で、個人的にね、正直 S ランクとかに入れてもおかしくはないぐらいですね、かなり強化をされた強い選手にはなりますね。で、決定力に関してもめっちゃ高くって、ドリブルもね、軽い選手で、ペースもね、速くて、ラピッドのプラスもね、備えましたので、本当にね、もう化けたというか、
多分本当にそれこそみんなに使われるようなジョタがね、来たなという風な印象を受けますね。あとはちょっとヘディングも、うまい、できるっていう風な選手になりますので、かなりおすすめの選手として登場をしてきましたね。そして続いてロドリゴですね。ロドリゴの場合はですね、2バージョンありまして、スキルが5のバージョンか、逆足が5のバージョンかというふうなことですね。ともに非常に強くですね、また個人的にこの人もスキル5のバージョンの方が、多分多くの人を満足させられるかなと、思いますね。こちらもラピッドのプラスを備えながらですね、スピードも速く決定力の部分もですね、高いという風な選手にはなってます。正直ね、ロドリゴも、S ランクに入ってても全然おかしくはない選手にはなり、それぐらい本当に強くなったなという風に思いますし、少しね、フィジカル面は気にはなってしまう可能性全然あるんですけれども、素晴らしい右ウィングの選手だなと思います。そして続いてミードですね。ミード、5-5になってますね。スキルも逆足もともに5ということで、能力もすごく高くなっていて、レーザーもね、90まで上がりまして、シュートも打てるし、パスもね、うまくって、ペースもあるという風な選手になってます。もう少し敏捷性かな、90まで乗ってほしかったなっていうのは、あるんですけれども、フィジカルが、少しあって、守備もね、できるっていう風な選手になってます。またクロスのプラスも備えていますので、それこそ5-5とかつクロスっていう風な部分をね、しっかり扱うことができるっていうのは非常にでかいかなと思います。また他のね、プレイスタイルを見ても多くついてますので、なかなかいいなという風に思います。今作ミード初特集にはなるんですけれども、非常に強化されたなという風に思いますね。そして続いて、キンペンベイですね。キンペンベイスキルが5に変更をされてますね。で、ブルーザのプラスと容赦なしのプラスがついているという風なことですね。で、インターセプト、ブロックなんかもついていて、かなり強いセンターバックになってます。個人的にキンペンベも本当に S ランク級の、選手にはなります。めちゃくちゃ強い選手で、正直守備力だったりフィジカルに関しては何の文句も、ないですし、またリアクションだったり冷静さなんかも91まで、上がってますので、本当に強いセンターバックの選手になりますね。そして続いて V ですね。この選手に関しても初特集でかなり強化を、されました。スキルが5になっていて、ペースが速くって、身長は小さいんですけれども、守備力が高くって、フィジカルがあるという風な選手にはなりますね。本当に運んでいける、軽いサイドバックという風な選手で、ジョッキのプラスとスライディングのプラスがついてる。あとはインターセプト、予測、テクニカルなんかもついているという風なこといいんじゃないかなと思いますね。で、あとはロングパスのプレイスタイルもついてはいますので、ここ結構でかいかなと、サイドチェンジとかするときね、でかいなと思いますし、逆足さんだけが本当にちょっと残念ですね。これがまた逆足が5とかだったら、より良かったんかなっていう風には思うんですけれども、ただスキル5もね、サイドに駆け上がっていた時、上がらせるサイドバックとしてだったら優秀かなと、いう風には思いますので、非常に強化された強い選手になりましたね。そして続いて SBC で登場しましたコマンですね。キングスレイコマン。コマンに関して逆足が3から5に上がりまして、5-5という風なことになってます。ラピッドのプラスついたっていうのはでかいですし、パス面のね、プレイスタイルもついてるっていうのは非常にでかいなと思いますね。非常にドリブル軽くってね、扱いがしやすい、さらにペースも速いという風な選手で、決定力に関しても、十分高いですね。普通に決めきってはくれますし、逆足でもね、決めてくれたっていう風なシーンも、ありますね。ただ個人的に本当に多分冷静さの部分、83っていう風なところが、個人的には残念なところですね。これがまた本当に86、7、8、ぐらいまであればですね、かなりまた強さっていうのは変わっていたかなというふうには思うので、この冷静さだけが少し残念やったかなっていう風なところですね。そして続いては S ですね。S はですね、デブライネ、そしてベンゼマ、そしてサカ、ソン・フンミン、アラウホ、メッシと、これらの選手を入れました。
まずはデブライネですね。スキルが5に変わりまして、5-5という風なことになりました。まあ、TOTY ほどの能力ではないんですけれども、やはりスキル5は非常にでかいという風に思いますね。もちろん決定力の高さ、シュートのうまさっていう風な部分はしっかり、あるので、2列目3列目から飛び出していった時に、それこそ相手に正面に立たれたとしてもですね、スキルでかわすことができるというデブラになったのはめっちゃでかいなと、思いますね。でもちろんパスに関してもかなりうまいんで、パスを出すっていうこともできるし、本当にもうなんか止められないっていうか、アタッカーの選手のような形で対応しないといけないっていう風な選手にはなりましたので、むちゃくちゃ強いなという風に思います。特にやっぱ守備での強化っていうよりか攻撃面でやっぱスキル5になったことによってね、違いをより作り出せるかなという風には思いますので、非常におすすめ。まあ Y 選手、Y のデブライネに匹敵する力っていうのは全然あるかなという風なところですね。そして続いてベンゼマですね。ベンゼマに関してはですね、2バージョンありまして、スキルが5のベンゼマか、逆足が5のベンゼマかというふうなことですね。まあ、ベンゼマに関しても、スキル5を使えた方がいいかなと、いうふうには感じますね。ただまあ、逆足5でも、めっちゃ強いなっていう風には思いますね。ペース90まで上がりまして、シュートに関してもですね、非常にうまいと。まあ、もともとうまいんですけど、より強化されたという風なことで、パスもね、出せる選手にはなります。あとは、今週のプラスがついてはいますので、ここも非常に能力と相まって、もう本当、遠目からの今週もバンバン決めれるという風な選手にはなってますね。で、またフィジカルも強い選手にはなりますので、本当に止められないベンゼマが来たなという風なところですね。特にやっぱこのスキル5を使えるベンゼマであればですね、抜け出すことができなくても足元で受けてスキルで剥がしたりとか、剥がせなくてもパスで、パスもうまいんで、ラストパス出すっていうこともできる選手になるんで、とんでもないなというふうに思いますね。そして続いてはサカですね。サカもですね、2バージョンありまして、スキルが5のサカか、逆足が5のサカかというふうなところですね。個人的にはサカはすごく好きな選手にはなりますので、ようやくですかね、本当にトップオブトップの強いサカが来たなというふうな印象を受けますね。逆足5でも、スキル5でもどちらでもいいかなというふうには思うんですけれども、いろんなことが本当にできるっていう風な選手ですね。総合力がすごく高くって、攻撃面に関してもそうですし、守備もしっかりできる選手にはなるっていうところが、サカのいいポイントですね。パスも非常にうまかったりとか、あとはシュートもかなり決めきれるような選手になりました。ペースももちろん速いですし、ドリブルも軽いし、でさらにこのスキル5のバージョンだったら、スキル5のスキルムーブを出せるっていう風な選手になりますんで、かなりおすすめかなと思いますね。で、あとはティキタカのプラスついたのはちょっとでかいなと思いますね。なかなかペナ内とかで、ね、パスずらしちゃうっていうアタッカーの選手もいますので、それをダイレクトで出すときにティキタカがプラスでついたので、本当パスもめっちゃうまいっていう風な選手、アシスト役にもちゃんと回れるっていうところもいいポイントですね。そして続いてはソン・フンミンですね。まさかここで来るかっていう風なことですね。55のソン・フンミン。非常に強い。正直、もう損に足りないところはスキルだけ、でしたね。もう他は何にもいらない。ペースもめっちゃ速いですし、今週だったりとか、シュート関係もですね、非常に上手い選手で、ドリブルも思った以上に気にはならない選手、全然モテるっていう風な選手になりますので、もうスキル5になったソン・フンミンはもう終わりですね。もう何も多分強化するところがないっていう風な選手になりますので、非常に強い。理不尽さしか感じないっていう、それぐらいの選手にはなりますね。そして続いて、アラウホですね。アラウホ、逆足が5になってますね。ここめちゃくちゃでかいと思います。特にセンターバック、それこそ中盤とか、あとは前線の選手よりかは、逆足の優先度っていうのはそこまで高くはないかもしれないんですけど、ただ逆足5であるに越したことないんで、その中で5っていうのは非常にでかいなと
思います。で、もちろん能力に関しても、本当にペースも86まで、行きましたし、守備力もね、高くって、フィジカルもね、強い選手で、空中戦もね、強いんで、まあめちゃくちゃ強くなったなと、思いますね。レディオアクティブ以来ですね、強化カードとしてはなったんですけれども、まあまたトップオブトップの、センターバックとして君臨をね、しそうな選手になってます。非常におすすめですね。そして続いてはメッシですね。アルティメットバースデーチーム1の一番の目玉の選手かなと思いますね。スキル逆足ともに5のメッシという風なことで、まあ Y 選手顔負けの力を持っているという風なことですね。今週のプラス、そしてテクニカルのプラスを備えていて、パスはうまいし、ドリブルでも自分でもいけるし、シュートもめっちゃうまいっていう風な選手にはなりますね。もちろん TOTY ほどのペースっていうのはないんですけれども、まあメッシはもうペース87でもう十分すぎるぐらいね、速さがあって推進力あるんで、そこまで関係はないかな、もうちょっと別にあればっていうこともないかなと、いうふうには思いますね。もう持ってたら、最強。まあ、羨ましいなと誰もが思う、そんな強さを持ちながら、非常に幻のカードになるんじゃないかと思いますね。こちらがアルティメットバースデーチーム1のティアリストになってます。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。